この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。大変申し訳ございません。今日の動画の内容を見てしまったら、多分大量に神絵師が誕生してしまうと思うんです。ライバルは増やしたくない。若者に追い越されたくないって思っている先輩絵師の方々には大変申し訳ないんですが、この動画を見てしまった若者が次々と神絵師になってしまって、僕らのライバルに、いやもしかしたら楽々と追い越されてしまう可能性すらあります。なのでごめんなさい。先に謝っておきます。もうね、そういう意味で僕、同業者にめちゃめちゃ恨まれる危険性があるんですが、思い切って公開しちゃいます。神絵師が人知れずやっている神絵を描くためのスペシャルテクニック。それがですね、フォースという考え方です。もうね、早速なんですが、こちらのイラスト見てください。こちらは僕が先日描いた、ちょっと地雷系のメイドナースちゃんのイラストなんですが、可愛いでしょ？これですね、別にそんなに動きがあるポージングじゃないと思うんですが、なんとなくですね、動きを感じるような、そこはかとない躍動感があると思うんですね。なぜそのように感じるのか、その隠された魅力の理由こそが、ダイナミックに描かれたディレクショナルフォースによってできた、大小様々な大きさのアプライドフォースが対角線上に配置されていて、絵にリズムを与えているからなんです。はい、すいません。ちんぷんかんぷんでしたよね。はい、わざと分かりにくく言いました。何？急に何？アプライドフォース？聞いたことねえよ。なんか難しそうだな。ってね、ちょっと不安になりますよね。でも大丈夫。この動画を見ていただければ、神絵師が頭の中でこっそりやっているテクニックの全容を知っていただけて、あなたの絵の魅力を一気に上げるためのブースターにしていただけると思います。これができているかできていないかで、決定的に絵の実力差が生まれてしまうっていう内容になっております。なので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。ちなみに今日紹介する内容は、こちらの本、リズムとフォースの中で詳しく解説されております。この本を読んで僕の独自の解釈も踏まえてお伝えする内容になっております。この本の著者、マイケル・マテジさんは、ディズニーで長くアニメーターとして活躍された方ですね。この本ではかなり多くのドローイングの作例とともに、フォースの概念について詳しく書かれているので、この動画を見てね、もっと詳しく知りたいってね、興味が出た方は読んでみるといいかもしれませんね。動画下の概要欄に URL を貼っておきますね。それでは早速、行ってみましょう。フォースって何？まず最初に、フォースって何？っていうことを簡単に説明しますね。よく神絵師がこういう描き方をしているのを見たことありませんか？シュルシュルっと滑らかな線でエネルギーの流れを描いていくように絵を描いていくというね、姿が印象的だと思うんですが、これ別に適当に紙の上でふにゃふにゃの線を描いて遊んでいるわけではありません。では神絵師が何を描いているのかというと、これこそがフォースなんです。それとは対照的な絵の描き方として、こういうのがあると思います。棒人間を描いて、それに肉付けしていくような描き方ですね。これはこれで一つの描き方ですし、構造や立体感を重視しながら絵を描く上ではとても重要な考え方なんですが、棒人間で描いていくと立体感はちゃんと出ているはずなのにもかかわらず、出来上がった時の見栄えがしないということが多々あります。それがなぜかというと、フォースという考え方がすっぽりと抜け落ちてしまっているからです。フォースの概念は絵の見栄えという意味で言うと、僕はデッサンの10倍ぐらい大事な概念だと思います。デッサンが多少崩れていても、フォースの概念があれば、デッサンの崩れがむしろ魅力的に転換できてしまうんじゃないかと思うぐらい、フォースの力は絶大なんです。フォースを分かりやすく理解するために、部分的に人体を描いていってみましょう。フォースの概念を第一に考えて絵を描いていくときに大事なのは、立体感や構造ではありません。線の流れやダイナミックさを重視して線を走らせていってください。デッサン的な正しさは、この時点ではある程度無視してもいいので、あなたが絵で表現したい躍動感やモチーフの印象を大胆に表現していくのが重要なんです。はい、こんな感じですね。この流れに沿って人体の整合性を整えて、線を整えるとこんな感じ。ただ人体の一部を描いただけですが、どことなく流動的な印象がある形が描けたと思います。さて、僕がこの形を描くときに意識したのが2つのフォースです。ディレクショナルフォースとアプライドフォースです。ディレクショナルフォースとは最初にぐにゃぐにゃっと走らせた青線のことですね。この線はエネルギーの流れを表現しています。このカーブがダイナミックなほど絵に躍動感が生まれて面白みのあるイラストが描けます。そして次に意識するのが赤い色面のアプライドフォースです。これは量感
と言い換えてもわかりやすいかもしれません。ディレクショナルフォースのカーブが大きく、角度が最もついている左肩には、より大きなアプライドフォースが含まれていますし、カーブが緩やかな下半身の部分には、小さなアプライドフォースが含まれていることになります。このように、絵を構造や立体感だけで捉えるのではなく、ディレクショナルフォースとアプライドフォースという2つのフォースという概念を使って構築していく考え方。それが今日紹介する内容になっております。面白いフォース、つまらないフォース。じゃあ実際、どんなフォースが面白いフォースで、どんなフォースがつまらないフォースなのか解説します。例えばですが、こんな感じの水平垂直が多いディレクショナルフォースが多用されている場合、その絵は動きが少なくてつまらない絵になりやすいです。赤いアプライドフォースの大きさも全て一定なので、こちらも面白みが減ってしまう理由ですね。逆にこのように、ディレクショナルフォースがダイナミックなカーブを描いて、かつ水平垂直が少ない場合、その絵は動きが感じられて面白い絵になりやすいです。またディレクショナルフォースは、例えば一度左にカーブしたら、次は右にカーブするというように、左右で逆のエネルギーが働くと、より見栄えがしやすく、動きが感じられる絵になりやすいです。それとこれは後で説明しますが、アプライドフォースの大きさにも大小様々な面積ができているので、この大きさの違いがリズムを生み出して、絵に躍動感を与えてくれるんです。では実際にディレクショナルフォースを意識して人物イラストを描いてみましょう。今説明したように人体構造などにはあまりとらわれすぎずにディレクショナルフォースの流れを重視しながらダイナミックに線を描いていきます。ただですね、最初はわざと見栄えがしない箇所を一箇所意識的に作って絵を描いております。皆さんどこだかわかりますでしょうか？そこも予想しながら見ていってくださいね。ディレクショナルフォースを描く時のコツは長いストロークでシャーッと滑らかに描いていくことです。勢いよく何度も線を描いて、線の重なりによって印象を作っていくような感じです。線が大方引き終わったら、形がわかりやすいようにグレーで中身を塗りますね。さあ、フォースを意識した描き方で、男性のイラストが描き上がりました。どうでしょう？悪くはないですが、なんとなく動きが足りないというか、少しおとなしい印象になっちゃった感じがすると思います。その理由は、さっき言ったわざと見栄えがしない箇所を一箇所作ったからです。原因がわかりやすいよう、こちらの絵にフォースの流れを乗せてみましょう。いかがでしょうか？この絵がいまいち動きが感じられない理由は、そうです。先ほど紹介したように、ディレクショナルフォースが左右で逆にカーブしているラインが腕の部分しかないからですね。胴体の線がストンとまっすぐに下に降りているせいで、この部分のディレクショナルフォースがカーブする機会を失ってしまっています。これがこのイラストから動きを減らしている要因になっているんですね。なのでもし、この部分のディレクショナルフォースをこのように左右逆にカーブさせることができれば、動きを感じられる絵になるのではないかと予想できますよね。はい。なので、このカーブに沿うように線を補正していってみましょう。はい。こんな感じになりました。さっきよりも格段に動きが感じられる絵になったのではないでしょうか。はい。もっとわかりやすいように線をきれいにしていってみますね。はい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 、こんな感じ。左右逆にカーブするディレクショナルフォースを意識してラインを描くことで、動きが感じられる男性のイラストを描くことができました。フォースの流れを透かしてみると、こんな感じですね。リズムって何？次はリズムの説明です。リズムがあるイラストはとても見栄えが良くなります。このリズムっていうのはどういう意味なのかっていうと、アプライドフォースの気持ちいいバランスが生み出すボリューム感ということです。例えばですね、リズムの意識が弱い作例を見てみましょう。こんな風にディレクショナルフォースの青い線が左右で同じような振れ幅な時、リズムが弱い絵になりやすいと思います。例えばこんな感じのイラストになりますね。逆にこのようにディレクショナルフォースが左右で大きくバランスが違って、振れ幅が大きい時にはリズムの意識が強い絵になりやすいです。多少大げさに描きましたが、こんな感じです。ここまで大げさにリズムをつけることが必ずしも正解、いい絵だという意味ではないですが、ディレクショナルフォースの動きに緩急をつけてあげることが少なくともリズムを生み出すのには重要だということがお分かりいただけたと思います。さあ、それを踏まえた上で、より実践的に次は女の子のイラストを描いていきたいと思います。まずは先ほども言ったように、
に、そこまでデッサンのことを考えずに勢いよくディレクショナルフォースを描いていきましょう。絵の細部というよりかは、より大雑把に、こんな感じのシルエットにしたいなっていう気持ちでですね、左右のカーブ、そしてそのカーブに含まれるアプライドフォース、量感を意識しながらダイナミックに柔らかく描いていきます。大まかな流れが決まったら、顔の中身や細部を徐々に詰めていくといいでしょう。全体的なフォースの流れが自然に描けていれば、その中に含まれる細部を書き込んでいっても、バランスが崩れることは少ないです。もし途中でバランスが悪いかもと思ったらですね、それは細かい細部の書き込みに違和感があるわけではなく、フォースの流れの不自然さによって生じた違和感だと思いますので、細部を直すのではなく、フォースのラインを修正するようにしてみてください。今僕が意識して書いていったフォースを透かすと、こんな感じですね。特に注目してほしいのは、ツインテールの髪の毛のフォースです。このようにフォースには、人体かそれ以外かの区別は特にありません。なので、たとえ体の動きが少ないポーズだとしても、髪の毛のフォースを利用することで、リズムのある動きを感じられるイラストに仕上げることができるんです。さて、せっかくなので、ちゃんと線画を仕上げていってしまいますね。この段階で、リズムとフォースを意識して、しっかり大きなバランスを取れたらですね、あとはもうこの線の上に清書していくだけです。画面をある程度拡大しても OK なので、今度はさらに綺麗な線で細部にこだわった線画を仕上げていっちゃいましょう。フォースが整えられた下書きの上に線画を描いていくと、もう各線全てが的確に的を射るような、全部クリティカルヒットする感覚の線が描けるので、もう描いていてめちゃくちゃ楽しいと思います。この動画を見終わったら自分でぜひ試してほしいんですが、もうね、描くのが気持ちよすぎて脳汁やばいと思いますので、フォースを意識した下書き、そしてそこにペン入れする過程まで時間を見つけてね、ぜひ描いてみてくださいね。ちょっと待って、私、神絵師かもってね、多分世界が変わると思います。今回は軽くトーンを乗せて、はい、これで完成です。いかがでしょう？フォースを意識して描くと、細部だけではなく全体的に動きがありつつもまとまりが出て、躍動感のあるイラストが描けるようになりますね。ディレクショナルフォース、そしてアプライドフォース。今日の動画でぜひ覚えてくださいね。フォースを使って絵を描いていくときの注意点。できれば手を描こう。ここからは、フォースを使って絵を描いていくとき、ここに注意するとさらに良くなるよというポイントを3つ紹介していきます。1つ目は、できれば手を画面の中に入れた方が見栄えが良くなるってことです。例えば最初に解説した男性のイラストですが、手が描いてあるので見栄えが良いと思います。ただね、手を描くのが面倒だなって思ってしまって、なんとか描かずにごまかそうとしてしまう人って割といると思うんですよ。本人的には楽をしようと思っているんだと思うんですけど、手を描かないと逆に見栄えをさせることが大変になってしまうんですよね。試しに手を描かずにごまかしてみますね。はい、どうでしょう？心なしかつまらない絵になっちゃいましたよね。まあこれね、手っていう人間が興味を持ちやすい部分がなくなってしまったからという見方ももちろんできるんですが、今回はフォースがテーマなので、あくまでフォース的な見方で解説してみると、手が含まれている時のフォースはこんな感じです。さっきは手先の部分のフォースをはしょってあえて描きませんでしたが、ここにも当然ね、細かいフォースが含まれているんですよね。ほら、でも手を消したら、ここのリズムが消えちゃうでしょ？これが物足りなさにつながってしまっていたんです。そう考えると、手を画面内に描くだけでですね、肩のダイナミックなフォースから、手先の細かいフォースまで、大小様々なフォースが同じ絵の中に含まれて、非常にリズミカルな画面になります。そうなんです。手を含めるだけで、リズムって簡単に生まれちゃうんですよ。ついでに、女の子の手も消してしまいましょうか。多分ですね、今よりも見劣りすると思いますよ。さっきの説明で言うと、リズムが弱くなってしまうわけですからね。まずは、これが手ありバージョン。はい、そして、これが、手なしバージョンです。どうでしょう？はい。さっきよりもどことなく見劣り、いや、これはこれで、ありですかね。ちょっと理由はわかんないんですが、これも、好きですね。はい。時と場合によっては、リズムがなくてもいい場合がある。ということで大丈夫だと思います。見どころがね、手以外にある場合には、その可能性が高いですね。大体の場合はね、手が入っていた方が見栄えがいいはずです。頭身を
整えよう。でね、これは結構注意が必要なポイントです。構造や立体感ではなく、フォースを意識しながら描くと、めちゃくちゃ絵を描くのが楽しくなる反面ですね、ラインを描くのが楽しすぎちゃって、調子に乗って描いていくうちにですね、このように、ちょっと頭身が間延びしてしまうことがあるんですよね。フォースで描いていくと、体が長くなりがち、ということだけ覚えておいてください。なので、一度描いたラフでも、最後にこのように、ちょっと頭身を縮めてあげる処理を挟んだ方が良い場合が多いと思います。フォースで気持ちいい流れを作ってあげて、最後に構造や立体感を捉え直して整合性を整えてあげる。そんな意識で仕上げると、いい感じのバランスになるのではないかと思います。顔のバランスを整えよう。そして最後のポイントです。ちょっとこれは身も蓋もない話なので、人によってはきつめに聞こえてしまうかもしれませんが、でも事実なのできちんとお伝えしますね。特にキャライラストはですね、何よりも顔の印象が重要です。はい、そうなんです。いくらですね、今日紹介したフォースが最強の武器だと言っても、顔の印象が悪ければそれだけで、そのイラストはもうどっちだけ見栄えがしません。フォースは顔の印象までカバーしきれないんです。例えばさっき描いたイラスト。何度見ても可愛いですね。めちゃめちゃいい感じに描けたなーっていう風に思うんですけど、このイラスト、顔のバランス、一箇所だけ変えるだけでですね、もう印象めっちゃ悪くできちゃうんですよ。そんなわけないでしょ。全体のバランスを崩すならまだしも、あれだけフォースのテクニックを使って、大事に描いてきたんだから、顔のバランスを一箇所崩しただけでそんなに印象変わんないでしょって思うじゃないですか。はい。もうね、見ればわかりますよ。いきますよ。はい、どうですもう全部下手くそに見えるでしょ。一気に印象悪くなりましたよね。ちょっとね、これはめちゃくちゃきつい事実なんですが、受け入れてください。そうなんです。これでわかるように、いくら努力を重ねて、努力を積み重ねて、大事にイラストを構築したとしても、顔が悪かったらその努力、もう全部無駄です。なので、顔のバランスだけはもう命をかけて、その他の技術全部捨て去ってでもですね、最優先で整えてくださいね。以上、ディレクショナルフォース、アプライドフォース、リズムを使ってイラストを描く方法をお伝えしてきました。いかがだったでしょうか？特に今回の描き方は、構造や立体感についてはあえて触れずにお伝えしてきましたが、じゃあ構造については一切取り入れなくても大丈夫なのかというと、そんなことはありません。できれば同時に考えられるのがベストなんです。今日紹介したフォースの概念を理解した上で、こちらの動画、完全版、ポージングをうまく描く方法、このやり方も習得できれば、これはもう最強です。少なくともポージングにおいて、あなたに勝てる人はもうおいそれといなくなりますよ。これを同時に考えられるって、かなりレベルが高いことなので、今すぐね、習得するっていうのは難しいことだと思いますし、くれぐれも無理しないでいただきたいんですが、興味がある方は、こちらも合わせてチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。